日本初の長編アニメ映画は海軍省の予算で作られたプロパガンダ作品でした。そしてその映画を隠れて見た一人の少年が戦後日本アニメの革命を起こすことになります。1917年の誕生から1970年のテレビアニメ定着まで、日本アニメは常に政治と密接に結びついてきました。軍国主義のプロパガンダとして、GHQ の民主化ツールとして、そして高度経済成長を支える商業コンテンツとして、この動画を見終えたとき、あなたの日本アニメを見る目は変わっているでしょう。なぜなら一見純粋な娯楽に見えるアニメが、実は政治、経済、戦争といった時代の力学の中で形作られてきたことを理解するからです。それでは行きましょう。1917年、大正6年。この年、日本のアニメーション史において奇跡的な出来事が起こりました。下川応天、河内純一、北山清太郎という3人の作家がほぼ同時多発的にアニメーション作品を発表したのです。彼らが動き出した背景には明確な理由がありました。海外から輸入された短編アニメーション、特にアメリカやフランスの作品が日本の映画館で商業的成功を収めていたのです。映画会社の経営者たちは気づきました。これなら日本でも作れるのではないかと。最初に成功を収めたのは下川応天でした。1917年1月、彼は芋川無垢蔵原刊版の巻を公開します。1892年生まれ、沖縄県出身の漫画家であった下川は、黒板にチョークで絵を描き、一部を消しては書き直して一コマずつ撮影する黒板アニメーションを試みました。また背景の上に動く部分だけを切り抜いた紙を置く切り絵アニメーションも実験しています。もともと漫画家であったことから小回り感覚やギャグ、風刺センスが作品に強く反映され、漫画映画という呼び名にも象徴されるスタイルを形作りました。これに続く形で5月には北山清太郎がサルカニ合戦を、6月には河内純一が花はへこない名刀の巻、通称生倉刀を公開しました。3人はそれぞれ異なる背景を持っていました。下川は漫画家、北山は洋画家、河内もまた漫画家という出自でした。しかし全員が共通して直面したのは極めて厳しい技術的制約でした。当時の日本には現在のような透明なセル画を用いる手法がまだ一般的ではありませんでした。彼らは背景を白紙に描き、その上にキャラクターのパーツを配置して少しずつ動かす切り絵手法を採用していましたが、これは影が出やすく滑らかな動きを表現するには膨大な忍耐を要したのです。想像してみてください。1秒間の映像を作るために何十枚もの紙を切り抜き、少しずつ位置をずらしながら一枚一枚撮影する作業を。しかも完成した映像は数分程度。映画館の幕間に上映されるほんの短いおまけに過ぎませんでした。サイレント期のアニメ上映では、活動弁士がスクリーンの前で登場人物のセリフや解説を生で読み上げ、観客を笑わせたり泣かせたりしていました。つまり当時のアニメにはライブの声優がついており、同じ作品でも劇場や弁士によってノリがかなり違ったと考えられます。しかしこの初期の制約こそが後の日本アニメにおける重要な美学の萌芽となったのです。省力化の中でいかに動きの記号性を高めるか、限られたリソースでいかに豊かな物語を伝えるか、この問いはやがて日本アニメを世界で唯一無二の存在へと導くことになります。3人の中で特筆すべき功績を残したのが北山清太郎でした。1888年生まれ、和歌山県出身で、もともとは画家や雑誌編集者として活動していた北山は、フランスやアメリカのアニメ映画を見て刺激を受け、独学でアニメ制作に挑戦しました。彼は単なる作家にとどまらず、1921年、日本初の専門スタジオ、北山映画製作所を設立したのです。北山は日活などの大手映画会社から資金を調達し、
それまでの個人作業であったアニメーション制作を組織的なプロジェクトへと引き上げました。自作を映画会社に販売するなど、ビジネスとしてのアニメ制作を早くから模索していた点が特徴です。これは後の東映動画や虫プロダクションへとつながるスタジオシステムの原初形態でした。技術の継承と後進の育成が組織的に行われ始めたという点で、北山の設立したスタジオは日本アニメ産業史における重要な転換点だったのです。しかし北山の夢は長くは続きませんでした。アニメーション制作は収益性が低く、1923年の関東大震災が追い打ちをかける形で、北山映画製作所は短命に終わります。河内純一が後に設立したスミカズという会社も同様の理由で消えていきました。1910年代から20年代の日本アニメは、関東大震災と戦災、さらにフィルムの再利用などで大半が失われており、存在だけ記録されている幻の作品が多数あります。生倉刀など初期アニメの多くは長年所在不明で、古い倉庫から偶然発見されたというエピソードが残っています。それでも彼らが残した遺産は確かに存在しました。組織的な制作体制の重要性、技術の継承、そして何より日本人の手で動く絵を作るという可能性を証明したこと。この第一歩がやがて世界を驚かせる日本アニメの礎となっていくのです。1930年代、日本のアニメーションは新たな局面を迎えます。見せ物から映像芸術へと脱皮を図る動きが始まったのです。その中心人物が正岡健三でした。正岡は資産家の家に生まれ、私財を惜しみなく投じて技術革新を推進した人物です。彼は今日一般的となっている動画という言葉の命名者としても知られています。この言葉が提案された時、周囲からは意味が分かりにくいと反対されました。しかし正岡は譲りませんでした。彼は絵を動かすという動詞的な意味を込め、これが単なる漫画の延長ではないことを強調したかったのです。現代では当たり前のように使われているこの言葉には、正岡の強い思いが込められていたのです。正岡の技術的功績は、1933年、日本初の本格的トーキー漫画映画、力と女の世の中から始まります。この作品で彼は、音声と映像の同期という技術的課題をクリアしました。当時、音と絵を完全に同期させることは極めて高度な技術であり、海外でもまだ試行錯誤が続いている段階でした。しかし、正岡の真の功績は、1943年に発表された雲とチューリップにおいて、日本初のフルセルアニメーションを確立したことにあります。セル画とは透明なセルロイド板に絵を描く手法です。背景とキャラクターを別々に描き重ねて撮影することで、背景を何度も描き直す手間が省けます。それまでの切り絵手法では不可能であった多層的な奥行き表現やキャラクターの滑らかな演技を正岡はセル画を重ねる手法で実現しました。雲とチューリップは、雲に襲われるチューリップの花たちとそれを守るテントウムシたちの物語です。叙情的なオペレッタ形式で描かれたこの作品には、ある重要な特徴がありました。戦時下という極限状況において制作されたにもかかわらず、軍事的な戦意高揚を一切含んでいなかったのです。1943年といえば、太平洋戦争の真っ只中です。多くの映画やアニメが国民の士気を高めるためのプロパガンダとして制作されていた時代でした。しかし正岡はあくまでも芸術的で平和的な作品を貫きました。これはアニメーションが持つ平和的芸術的側面の死守を意味していたのです。正岡の技術力は驚異的なものでした。特筆すべきはカメラがキャラクターの周囲をダイナミックに移動する回り込みの表現です。これを手書きのアニメーションで実現するには、立体的な空間把握能力が不可欠でした。正岡の弟子たちはやがて日本アニメ界の重鎮となっていきます。
森安次や瀬尾光代といった人物たちは、師匠から学んだ卓越したデッサン力と動きの理論を次世代へと伝承していきました。特に瀬尾光代は後に日本初の長編アニメーション映画を監督することになります。正岡健三という一人の天才が私財を投じて追求した芸術性、それはやがて東映動画の長編映画へと引き継がれ、日本アニメの技術的基盤を形作っていくことになるのです。しかし1930年代後半から日本のアニメーションは別の大きな力に取り込まれていきます。それは国家の戦時体制でした。1937年、日中戦争が始まりました。日本は総動員体制へと突き進み、あらゆる文化活動が国家目的に従属させられていきます。アニメーションも例外ではありませんでした。海軍省や陸軍省は巨額の予算を投じて、教育や啓蒙を名目としたプロパガンダ映画の制作を命じました。これはアメリカでディズニーが軍の訓練フィルムを大量に受注していたのと同じ構図で、アニメは柔らかい宣伝の有効性が世界的に認識されていたことを示します。しかしこの政治利用が皮肉にも日本アニメーションの技術的飛躍を招くことになったのです。1945年、敗戦の年の4月に公開された桃太郎海の新兵。これは海軍省の予算によって制作された日本初の本格的な長編アニメーション映画とされる作品です。監督は正岡健三から学んだ瀬尾光代です。瀬尾は師匠から学んだ技術を駆使し、ディズニー映画ファンタジアなどに匹敵する映像美を目指しました。物語は桃太郎率いる日本軍の動物たちが南方の島々を解放し、空挺部隊が鬼を退治するという戦意高揚的な内容でした。日本軍は正義の解放者として描かれ、敵国の兵士は悪い鬼として擬画化されています。軍紀の正しさ、集団行動の美徳、自己犠牲と忠誠心など理想的な兵士像を子供に刷り込むことが目的でした。しかし映像表現自体は極めて高度でした。パラシュート降下シーンでは複数の落下傘が空中で絡まり、風に揺られながら降りていく複雑な動きが描かれています。音楽との繊細なシンクロナイゼーションも見事でした。この作品を隠れて鑑賞した少年がいました。後に漫画の神様と呼ばれることになる手塚治虫です。当時適正文化であるアメリカ映画は上映禁止でした。ディズニー映画に憧れていた手塚少年にとって桃太郎海の新兵は衝撃的な体験だったのです。手塚治虫は後年こう語っています。あの映画を見て将来必ず自分の手でアニメーションを作ると誓ったと。戦時プロパガンダ映画が戦後日本アニメの巨人を生み出すきっかけとなったのです。これもまた歴史の皮肉と言えるでしょう。桃太郎海の新兵の制作費は当時の金額で27万円。現在の物価にそのまま換算すると、研究者によっては数億円規模と見る向きもあります。これは大日本帝国海軍が全面的に出資した国家プロジェクトでした。戦時中のアニメーション制作は現代の産業構造とは根本的に異なっていました。映画会社の採算を度外視して進められたのです。海軍省という巨大なパトロンの存在があったからこそ、何百人ものスタッフを動員し、当時としては最新の撮影機材や大量のセル画を消費することが可能でした。人材、時間、資源が国家目的のために集中投入されたことで、日本の長編アニメ技術が一気に高まったのです。戦争が終わると桃太郎海の新兵は連合国軍の占領下で上映禁止となりました。軍国主義を賛美する作品として長く封印されたのです。フィルムは行方不明になり、幻の長編として語られる時期もありました。しかし後年再発見され、今では日本アニメ史研究の重要資料となっています。そして何よりこの時期に培われた集団制作のノウハウと高度な動画技術を持った人材の層こそが
戦後の東映映画が東洋のディズニーを目指すための土台となったのです。戦時体制という抑圧が技術的飛躍をもたらした。制約が創造性を生んだ。このパラドックスは日本アニメの歴史を貫く重要なテーマとなっていきます。1945年8月15日、日本は敗戦を迎えました。焦土と化した国土、失われた多くの命。日本のアニメーション界もゼロからの再編を余儀なくされます。しかしアニメーションと政治の関係はここで終わりませんでした。形を変えてさらに深く結びついていくのです。GHQ 連合国軍最高司令官総司令部。占領政策を統括するこの組織は日本人の価値観を根本から変える必要があると考えていました。軍国主義から民主主義へ、天皇中心の思想から個人の尊厳を重んじる思想へ。しかしそのような価値観の転換をどうやって実現するのか、GHQ が注目したのがアニメーションでした。1946年、GHQ の指導のもと、日本人アニメ作家約100人が集められ、新日本動画社という組織が結成されました。彼らに課されたのは民主主義や公衆衛生などを啓蒙するアニメーション制作です。これはソフトな再教育でした。軍国主義的な価値観を直接批判するのではなく、新しい生活習慣や考え方を親しみやすいアニメーションを通じて浸透させる。GHQ はアニメーションが持つ柔らかい説得力を理解していたのです。これによりアニメは自由な娯楽ではなく、教育・啓蒙コンテンツとして再スタートを切ることになり、結果的に軍国主義から民主主義への価値観転換にアニメが利用される形となりました。戦後の教育アニメには実に生活密着型のテーマが並びます。歯磨き、寄生虫駆除、交通安全、衛生管理。占領政策と日本政府の双方にとって国民の生活習慣を変えるためにアニメが有効なメディアとみなされていたのです。アニメーターたちにとってこれはどのような経験だったのでしょうか。わずか数年前まで彼らは鬼畜米英を倒す物語を書いていました。そして今、占領軍の指示で民主主義を称える物語を描いている。その矛盾を彼らはどう感じていたのでしょうか。記録によれば多くのアニメーターは複雑な思いを抱えながらも仕事を続けました。理由は単純でした。他に仕事がなかったのです。一般劇場での商業アニメ市場はほぼ壊滅していました。戦災で多くの映画館が焼失し、フィルムも不足していました。何より娯楽に割く余裕が社会全体になかったのです。そのため企業や自治体の広報やPR 用のアニメが制作の中心となりました。アニメスタジオは受託制作業者として存続する道を選ぶしかありませんでした。これは産業映画としての生き延び作だったのです。興味深いことにこの時期の経験が後の日本アニメ産業に重要な影響を与えます。スポンサーからの依頼を受けて制作する。納期を守り予算内で完成させる。こうした受託制作の文化がこの時期に定着したのです。また教育、啓蒙、広告とアニメを結びつける発想もここで強化されました。後年、企業が自社製品の PR アニメを制作したり、政府が制作広報にアニメを使ったりするのは、この時期の経験が下地になっているのです。GHQ の占領は1952年に終わりました。しかしアニメがメッセージを伝える有効な道具であるという認識はその後も続いていきます。そして1950年代後半、日本経済が復興の兆しを見せ始めた頃、一つの大きな野望が動き出します。アニメーションを世界に輸出できる主力産業に育てるという夢です。その夢を掲げたのが東映の社長、大川博でした。1956年8月、東映動画株式会社が設立されました。
これは日本のコンテンツ産業史におけるアニメーションの産業化の決定的な瞬間でした。東映の社長であった大川博は、アメリカのディズニーが持つ巨大な収益力と文化的影響力に注目していました。ディズニーはアニメーション映画で莫大な利益を上げるだけでなく、テーマパークやキャラクターグッズで世界中にアニメ文化を広めていました。大川は考えました。日本でも同じことができるはずだと。彼はアニメーションを世界輸出が可能な主力産業に育てることを決意したのです。1958年10月、東映動画は日本初のカラー長編映画白蛇伝を公開しました。これは大川の野望を象徴する作品でした。白蛇伝は中国の古典白蛇伝を原作とした白蛇の生と青年の悲恋物語です。制作にはディズニーが確立した徹底した分業制が導入されました。原画、動画、背景、彩色、撮影を完全に独立させたプロダクションシステムです。この作品はフルアニメーション、すなわち1秒24コマを基本とした滑らかで贅沢な動きを実現しました。キャラクターの繊細な表情、流れるような舞、美しい背景美術、どれをとっても当時の日本アニメとしては最高水準でした。白蛇伝は海外市場にも進出し、一定の成功を収めます。そして何よりこの作品は後の巨匠たちに決定的な影響を与えました。当時高校生だった宮崎駿はこの映画を見て強烈な印象を受けたと語っています。アニメーターという職業があることを知った。そしてアニメーションで表現できることの広さに驚いたと。東映動画は東洋のディズニーを標榜し、次々と長編作品を制作していきます。1959年の少年サルトビサスケはベネチア映画祭に出品され、1963年の万博王子のオロチ退治は大胆な図案化で、後の演出手法に多大な影響を与えました。いずれも高い技術力を誇る作品でした。しかし東映動画の野望には大きな問題がありました。ディズニー並みの高品質長編を毎年作るには膨大な制作費がかかります。しかし興行収入だけではその費用を回収するのが難しかったのです。さらに1960年代に入ると制作現場で深刻な問題が表面化します。労働争議です。経営陣は効率化と低予算化を求めました。より少ない人員でより短い時間でより多くの作品を作る。それが経営を成り立たせるために必要だと考えたのです。しかし若手アニメーターたちは反発しました。中心となったのが高畑勲や宮崎駿です。彼らは労働組合を組織し、作品の質を守るための制作時間の確保と待遇改善を求めて経営陣と激しく対立しました。この争議は単なる賃金闘争ではありませんでした。アニメーションは誰のものか、何のために作るのかという創作の根源を問う議論へと発展したのです。高畑勲が監督した太陽の王子ホルスの大冒険。1968年公開のこの作品は、こうした民主的な集団制作の理想を具現化したものでした。スタッフ全員で議論を重ね、一つ一つのシーンを作り込んでいく、妥協のない作品作りです。しかし、ホルスは商業的には苦戦しました。制作に時間がかかりすぎ、予算も大幅に超過したのです。結果としてこの作品は、東映動画からの多くの人材流出を招くことになりました。高畑勲や宮崎駿も後に東映動画を離れることになります。東映動画の経験は重要な教訓を残しました。高品質な劇場長編を作り続けるビジネスモデルは日本では成立しにくい。ディズニーのような巨大資本と世界市場を持たない限り別の道を探さなければならない。そしてその別の道が1960年代前半に現れていました。1960年代前半に登場したテレビアニメ。
この新しいメディアに革命的なビジネスモデルを持ち込んだ人物がいました。手塚治虫です。1963年1月1日午後6時15分。この瞬間、日本のアニメ史は不可逆的に変わりました。フジテレビで日本初の30分枠連続テレビアニメ、鉄腕アトムの放送が始まったのです。手塚治虫はすでに漫画家として大成功を収めていました。鉄腕アトム、ジャングル大帝、リボンの騎士。彼の作品は子供たちを熱狂させ、莫大な収入をもたらしていました。なぜ手塚はアニメーションに挑戦したのでしょうか。手塚自身が語っています。少年時代に見た桃太郎海の新兵に感動し、ディズニー映画に憧れた。いつか自分の手でアニメーションを作りたいと思い続けていたと。1961年、手塚は自らアニメ制作会社虫プロダクションを設立します。目標は明確でした。週1回30分のテレビシリーズを成り立たせるビジネスモデルを作ることです。しかしこれは当時の常識では不可能とされていました。なぜか、コストと時間の問題です。ディズニー流のフルアニメーションでは1秒間に24枚の絵を使います。30分のアニメを作るには単純計算で43,200枚の絵が必要です。これを毎週制作するなど到底不可能でした。手塚は根本的に発想を転換しました。ディズニー流のフルアニメーションを真っ向から否定し、徹底したリミテッドアニメーションの手法を体系化したのです。その革新は1秒間の情報量を減らし、残りの部分を視聴者の脳内補完に委ねるという戦略でした。具体的な手法を見ていきましょう。まず3コマ打ちです。1秒24コマのフィルムに対し3コマずつ同じ絵を使うことで実質8枚の絵で構成します。これだけで必要な絵の枚数は3分の1になります。次に止め絵、スライドです。キャラクターを動かさず背景を動かす、あるいは絵をカメラで移動させることでアクションを表現します。実際に動いているのは背景やカメラだけで、キャラクター自体は静止しているのです。口パク、目パチも重要な技法です。顔全体の動きを省略し、口や目だけを別パーツとして動かします。これによりキャラクターが話している印象を最小限の労力で作り出せます。そしてバンクシステム、爆発シーンや変身シーンなど品質するカットを使い回すのです。同じシーンを何度も描く必要がなくなります。手塚は語りました。アトムはアニメーションではなく動く漫画であると。この言葉は重要です。手塚は動きの快楽よりも物語のテンポや構図の劇的効果を優先したのです。滑らかに動くことよりも物語が面白いこと、キャラクターの感情が伝わること、それを最優先にしました。この手法こそが低予算という制約を日本アニメ特有の切れ味のいい演出へと昇華させる原動力となったのです。鉄腕アトムは最高視聴率 40.3% という伝説的な数字を叩き出し、平均 20% 台後半の高視聴率を記録したと言われています。子供たちは毎週水曜日の夜を心待ちにしました。テレビの前に座り、アトムの冒険に熱中したのです。スポンサーは明治製菓でした。彼らはマーブルチョコという商品を売り出すため、鉄腕アトムとタイアップしました。鉄腕アトム放送時、スポンサーだった明治製菓は、マーブルチョコの蓋2枚でアトムシールがもらえるキャンペーンを実施し、商品が飛ぶように売れました。これが人気アニメ×おまけという日本的マーケティングの原型です。後のカード、シール、食玩文化へとつながっていきます。テレビアニメ本編、CM、キャラクターグッズ、この3つが結びついたメディアミックス型ビジネスモデルがここで確立されました。そしてこれが以後の日本アニメの基本形となるのです。しかし鉄腕アトムの成功には大きな影がありました。
後年の証言によれば手塚はテレビ局側に対し1本155万円という価格で契約を交わしたとされます。これは当時の実制作費水準約250万円とも言われる金額を大幅に下回るものでした。なぜ手塚はこんな条件を飲んだのでしょうか。彼はテレビアニメの可能性を信じていました。一度レギュラー番組として認められれば、その後の展開が開けると考えたのです。赤字分は自身の漫画の原稿料やキャラクター商品のライセンス料で補填できると判断しました。実際、手塚の計算は当たりました。鉄腕アトムは大成功し、キャラクタービジネスは莫大な利益を生みました。しかし、この成功が業界全体に深刻な問題をもたらします。テレビ局側はこう考えました。アニメは1本155万円で作れるのだと。この金額がテレビアニメ1本の相場として業界に広がってしまったのです。他のアニメスタジオは手塚のように漫画の収入やキャラクタービジネスで補填できません。しかしテレビ局は同じ価格を要求しました。断れば仕事が来ません。受けるしかありませんでした。結果としてアニメ制作現場は慢性的な赤字体質になりました。スタッフの給料は低く抑えられ、長時間労働が常態化しました。アニメが好きだから続けるという精神論に依存した体制が生まれたのです。後年、手塚はこの点について批判されることになります。アニメ業界の低賃金問題の元凶は手塚だと。手塚自身も晩年にこの問題について語っています。自分の判断が業界全体に影響するとは思っていなかった。結果的に多くの人を苦しめることになったのは申し訳ないと。しかし手塚を一方的に責めることはできません。彼は新しい可能性を切り開こうとしたのです。テレビという新しいメディアでアニメが成立することを証明したのです。問題はその後のテレビ局や業界全体が構造的な改善を怠ったことにあります。鉄腕アトムの成功は他社の参入を促しました。1960年代後半には現代のアニメに通じる主要ジャンルがほぼ出揃います。1963年、鉄人28号が放送開始。世界初の巨大ロボットアニメです。少年がリモコンで操縦するという設定は他者化された力の行使というテーマを提示しました。1966年、魔法使いサリーが放送開始。少女を主人公としたファンタジーを開拓し、女子向けの市場を確立しました。1968年、巨人の星が放送開始。高度経済成長期の日本社会を反映し、努力、忍耐、勝利という価値観を劇画調の演出で描き、社会現象を巻き起こしました。テレビアニメの爆発的普及は、大人の側の恐怖と反発も招きました。テレビっ子という言葉が流行します。勉強せずにテレビばかり見る子どもたちへの懸念が強まったのです。特にアクションシーンの暴力性やおまけ付き歌詞を通じた商業主義への批判は苛烈を極めました。PTA などによる有害番組の選定や視聴制限の議論が活発化しました。しかし制作者側も対応しました。1965年、ジャングル大帝が放送開始。日本初のカラーテレビシリーズであり、人間味あふれる大河ドラマとして描かれました。1969年、サザエさんが放送開始。日常の平穏を描くホームドラマとして今も続く長寿番組となりました。こうした作品を提示することでアニメの社会的地位を徐々に築き上げていったのです。1960年代、日本アニメと海外アニメの決定的な違いが鮮明になっていきます。ディズニー作品は動力や感性を忠実に再現する生命感のリアリズムを追求しました。キャラクターが跳ねるとき、
その重さを感じさせます。走るとき、本当に地面を蹴っているように見えます。表情も人間や動物の実際の筋肉の動きを研究して描かれています。対して日本アニメは記号化された感情表現や静止画の構図によって内面を伝えるスタイリズムを選択しました。怒りを表現するとき、額に青筋を描きます。照れを表現するとき、頬を赤く塗ります。これらは実際の人間の見た目とは異なります。しかし視聴者は瞬時に感情を理解できます。静止画の構図も重要です。重要な場面ではキャラクターを動かさず、表情のアップや印象的なポーズで止める。視聴者の想像力に委ねるのです。この違いはなぜ生まれたのでしょうか。根本的には予算と時間の制約です。ディズニー流のリアリズムを追求するには膨大な作画枚数が必要です。日本のテレビアニメにはそれだけのリソースがありませんでした。しかし制約は創造性を生みました。限られた枚数でいかに豊かな感情を伝えるか、その試行錯誤が独自の記号体系を発展させたのです。予算制約から作画枚数を抑え、その代わりにレイアウトやカメラワーク、止め絵、記号的な表現で感情や情報を伝えるリミテッドアニメのスタイルを発展させました。大きな目、記号的な顔、誇張された髪型など漫画の記号化表現に強く依存しており、この時期に現在のアニメ顔の原型が固まっていったのです。日本アニメの海外進出は1963年の鉄腕アトムから本格化しました。アメリカではアストロボーイというタイトルで放送され人気を博します。1967年、マッハ555がスピードレーサーとして米国で放送され、日本以上の人気を博しました。しかし当時の輸出作品の多くは日本製であることを隠して放送されていました。キャラクター名は英語名に変えられ、一部の暴力的なシーンや日本的な生活習慣はカット、あるいは書き換えられていました。これは当時の海外市場において日本製品がまだ低品質というイメージを持たれていたことや、文化的な拒絶反応を避けるための召喚集でした。しかし結果として興味深いことが起こりました。アニメ的文法だけが国境を越えて世界中の子どもたちの脳内に浸透したのです。大きな目、記号的な感情表現、静止画の多様、音楽との一体感、これらの要素が日本製であることを知らない子どもたちに、アニメってこういうものだという印象を植え付けました。後年、これらの子どもたちが成長し、日本アニメが日本製として認識されるようになったとき、彼らは驚きとともにある種の親近感を覚えました。子供の頃に見ていたあの作品が日本製だったのかと、この無意識の浸透が後の日本アニメの世界的人気の下地となったのです。1960年代末から1970年にかけて、日本アニメ業界は第一の終わりの始まりを経験します。爆発的な需要増に対し、制作体制の非効率性と低予算による弊害が限界に達したのです。手塚治虫が作り上げた虫プロダクションは、1970年前後から経営が悪化していきました。虫プロのスタジオは練馬区富士見台にありました。このスタジオは連夜遅くまで明かりが消えることがなく、周辺住民から富士見台の不夜城と呼ばれていました。手塚治虫自身、徹夜の連続で机の下で寝ている姿が目撃されるなど、当時の制作現場の過酷さと熱狂を象徴していました。しかし情熱だけでは経営は成り立ちません。虫プロは鉄腕アトム以降も多くの作品を手掛けましたが、そのほとんどが低価格で受注されていました。制作コストは増大する一方で収入は増えません。手塚は自分の漫画の原稿料を虫プロに投入し続けました。しかしそれも限界がありました。
1973年、虫プロダクションは倒産します。漫画の神様が作った会社の倒産。それは業界に大きな衝撃を与えました。しかし同時にこの崩壊こそが後の日本アニメのさらなる多様性を生む趣旨となったのです。虫プロを去ったスタッフたちは自分たちの理想を掲げる新たなスタジオを設立しました。サンライズ、後のバンダイナムコフィルムワークス、ロボットアニメを産業として確立していきます。マッドハウス、丸山正夫を中心に作家性の高い高品質な作品群を生み出していきます。シャフト、独自の映像美を追求するスタジオとして後に大きな存在感を示すことになります。虫プロの倒産は終わりではありませんでした。始まりだったのです。多様なスタジオがそれぞれの個性を発揮する時代へ、その扉がここで開かれたのです。戦争とプロパガンダ、占領と再教育、そしてテレビという新しいメディアへの挑戦。日本アニメは常に時代の荒波に翻弄されながらも独自の進化を遂げてきました。制約を創造性に変える。この哲学こそが日本アニメを世界で唯一無二の存在にした鍵だったのです。そして1970年代から90年代の黄金期へ、宇宙戦艦ヤマト、機動戦士ガンダム、そして宮崎駿と高畑勲の独立、さらなる進化と革新の時代へと続いていきます。それではまた近いうちに。